こう思い出がどんどんね消されてっちゃうけど寂しいんだよ。デザイン変えてるよね。作ってるところを楽しむアートなんじゃないか。飲み屋の知り合ったお客さんと遊びに行ったりみたいな。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。ちなみに西君の周りにカメラ屋さんありますか？いやー、なかったですね。全部潰れましたね。近くにあったカメラ屋さんは。いや実は僕と西君その地元が同郷なんですよ。あ、そうですね。同郷なんですよ。それでなんか結構、田舎って言ったらそこ住んでる人に怒られちゃうかもしれないですけど都会っぽいけど田舎みたいな。あ、そうっすね。町以上都会未満みたいな感じの場所ではありましたね。でもあるものは揃ってるみたいあるものなは全然揃ってる感じだったんで。でもどう？例えば俺の松本の俺の地元の住んでる地区だとこの間も帰ったんだけどだいぶ変わっちゃってる姿が。それってどっちの方ですか？廃れてるんですか？逆。ああ、栄えていくというか、開発されてってことですか？俺ん家の目の前なんてもう一面田んぼだったのに、もうみんな田んぼやめちゃって全部家が建っていってって。ちなみに僕たち滋賀県の近江八幡なんですけど、近江八幡は栄えていってるよね、多分どっちかっていうと。栄えていってます。やっぱ人口は増えてる感じは、やっぱ家は結構建ってきてますし、その神谷さんおっしゃったようにもともと田んぼだったとこがにも建物がバンバン建って、家族人がこういっぱい入ってるって感じにはなってますね。そう、あれ寂しいんだよね、すごいね。だから子供の頃遊んだ場所とか、あと子供の頃によく駄菓子屋買った店とか、ここあったよなと思いながら、それが年々例えばある年に行ったらもう店がもう閉まっちゃってて空き家になってて、でまた次の年行ったらもうそこは更地になってて、でその次の年に行ったらもうなんか綺麗な家が建っててとか、街の姿が変わっちゃうから、なんかこう思い出がどんどんね消されてっちゃうけど寂しいんだよね。僕初めて日本にいた時はもうちょうど20年前なんですが、その時大阪に来て道頓堀行って、で道頓堀には時なんか船みたいな形してるレストランとかあったり、もっと今よりもなんかそういう飾り、立体物理的な飾りとかいっぱいある店がたくさんあって、時間の流れでそれはなんか僕の昔好きだったその日本の独特なそういう、ところがなんかただのどこにでもあるスターバックスとか、ザラとかになったりして、でそういうなんかフィギュアっぽいものはなくなって、まだもちろん残ってはいるんですが、昔と比べてなんかそういう差し替えはちょっと悲しいかなってちょっと思って。わかる。大阪ですらね、ホワイト梅田のあたりもすっかり変わっちゃってさ、綺麗になって、あそこもなんかよくわかんないなんかおばちゃんのヒョウ柄の服でも売ってそうな、なんかその、ね、個人経営のブティックみたいなのいっぱい入ってたじゃん、あそこ。とか、そうそれがなんかもう今綺麗な飲食店街になっちゃったよね。寂しい。大阪でも本当に近年ですごいなんかそういうの綺麗になっていったとか、スタイリッシュになっていったとか、そうやっぱりありますよね。新大阪とか、やっぱりその外国人観光客が来る玄関口みたいなところはもう軒並み綺麗にしちゃってるよね。ちなみにカリオさんスペインですよね、スペインに帰った時に変わったなとかってあるんですか？変わらない？変わってる？いやでもでもこれ一つ言えばね、僕のその実家のあるところにはそこまで変わってないんですけど、僕毎回実家帰った時はサグラダ・ファミリアの身長を見に行きます。だから1年ごと2年ごと帰った時にはどれぐらい変わったのか、どれぐらいそこも写真めちゃくちゃ撮ってるんです。だからそれは面白いんです。なんか比べると、それ面白そう。2年前はなかったこの一部はこの2年の間はできましたとかって、それは面白いんです。なんか地元の人でしか楽しめへんいい楽しみ方ですね、それ。そうでも残念なのはもうそろそろ終わりそうなので、その楽しみがなくなります。完成するって言ってるよね。
なんかそうですね、来年前には完成するって言われたんですが、僕去年行った時は見たらこれ1年で終わらないかなと思って。いや俺も思ったよ。デビルメイクライ作った時に資料撮影でスペイン行って、もちろんバルセロナも行って、でサグラダ・ファミリアも見て、中も入って撮影もしたんだけど、もう終わんねえなと思っただってさ、見に行ったら分かると思うんだけど、装飾がすごいのよ。建物のちっちゃい天使像みたいなやつがずらーって並んでたりしてさ、麓のところでなんか職人さんが石をカン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 って何やってんのかなと思ったら、そこにこう飾る天使像みたいなやつを一個一個カン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 とかやってんのよそれをやってるのってこの巨大なやつ作ってる時にここって絶対終わんねえこれって思ったの見てて。いやでもだいぶ変わりました、そのデビルの頃と比べたら。だいぶもう本当にもう真ん中の一番でっかいと、あそこもほぼほぼあともう少しでできそうです。あれでもさ、絶対というかさ、知らんけどデザイン変えてるよね。まあちょっと変えて、あれ畳んだよね。そう、あと元のガウディの企画通りで言うと、なんか正面はでっかい橋があったんですよね。でもそこは今、人が住んでるビルがあって、でそれで元の計画通りはもう作れなくなってます。で数年前は僕詳しくないんですが、なんかその人たちにお金出してどっか引っ越ししてここで計画通り作りたいっていう話があったんですが、さすがに誰が引っ越すのかってみんな言って、なんかまだ開けて毎日だからファミリー見れるから、でそれで何やったらそのために買ったのにみたいなね。そうだからまあそれは仕方なく元通りできないんですが、まあちょっとアレンジして。っていうか、まあそのさ、設計があるのにじゃあなんでそこ人に言ってんだって話だけどね、そもそもね。まあ多分あの時点でもう完成は考えられなかったかな。もう諦めて。元の通りにならへんのはまあしょうがないかなと思うんですけど、畳んでんやったらちょっと悲しいなと思っちゃいますね。俺ね、畳んでると思うんだよね。ちょっとさ、いい加減なこと言えないからあれなんだけど、俺が見学に行った時にはまあ中に入ったら完成図のなんか模型みたいなのがあったんだよね。完成形の模型みたいなのが。なんかすごかったんよ。今あるほら4つの先頭が立ってる象徴的なやつあるじゃん。あれなんかこことこことこことここに作るみたいな巨大な完成模型だった気がするんだよね。それも見たから終わんねえなと思ったんだよね。一部じゃんこれまだっていうさ。なんかでもサグラダ・ファミリア見に行くんやったら完成したら見に行くよりその完成する過程を見に行く方がなんか。あと地元の人言ってたのは、なんかサグラダ・ファミリアのデザインの中ではもうクレーンが含まれてますなるほど。だからクレーンがなくなると、あれ僕知ってるサグラダ・ファミリアじゃないなって。なるほど、確かに。すげえ、ある種の現代アートだよね。いやめっちゃそうなんですよ。なんかその作ってるところを楽しむアートなんじゃないかみたいな。日本にはそういう100年以上続いた工事とか建物とかあるんですか？さすがに、まあお城とかに長い年月かけて作りますけど100年とかではないんですよね。古墳とかやったら言えるんですかね。すごい昔に戻ります。いやわかんないですけど、現代では渋谷の駅の改造とかあの辺ぐらいですね。そういう意味ではだから大阪駅前もずっと工事やってるよね。でもまあそれももう今グラングリーンになって、あの辺はね、あそこもだいぶ長かったですね。ヨドバシができて、できる前とかなんか何でしたっけ、なんかドームみたいなのなかったでしたっけ。そうなんかサーカス違うんですかあれ。あれはね、ゴルフドーム。あ、ゴルフドーム、あれは今ヨドバシがあるあたりだから阪急の駅から出ると目の前に本当はドームがあったんですよ。ミニドームが、なんかゴルフの練習場のドームだったらしいんだけど、だから大阪って駅前にすげえもんがあるなと思ってだいぶ綺麗になったけどね。あんなもうヨドバシもできてリンクスもできて、でグランフロント、あとグラングリーン、もうすごい開発だよね、そこね。今まではね、スカイビル行くまでがなんか全然何もないような空間だった。そうですよ。何もないというか貨物のなんかね、車両置き場がドーンって横たってたから、梅田の一等地に。だからスカイビルに行くまではもうなんか長大な地下道があって、暗い。だから中にさ、防犯のブザーありましたね。あ
あんなの真ん中で犯罪にあったらさ助けに行く人もだいぶ時間かかるもん、あんなの。今ね、杉薬局がなんかあるあたりから本当は伸びてたんでね、ずっとね、地下道が。大黒ドラッグ大黒ドラッグか。リンクスの道渡った先って。そう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 あーだそうからそれ多分僕も知らないです。僕がプラチナ行った時はもう多分グランフロントあったかな。小山君がプラチナに来た頃は、半分くらいになってた。そうですそうです。半分僕が行く時で半分になる時期でした。うんはい。開発がちょっと進んでね、そうですはいだからちょっと短くなった。ちょっと短く短くなってからもまだ時間が長くて、うんちょっとずつ短くなってって、そうですねようやく今完全になくなったけどね。20年以上あんなもう30年、俺そう大阪に来て30年になるから。滋賀県出身のなんか今考えるとすぐ近くに大阪にあるんですが、はい子供の頃はあれ普通に大阪に遊びに行ったりしたんですか？なんかそれとも子供だからすごい遠くにある街感じて、実は最近仕事のためにやっと大阪に住みに来たとかって感じだったんですか？僕はこのクローバーズ入るまではずっと地元の滋賀の方から、前世京都だったんで電車で通える距離っていうのでずっと行ってたんですけど、子供の頃はやっぱり大阪まで行くのってやっぱすごい遠い遠足みたいな感じに思ったんですけどやっぱ成人ぐらいになってから結構な頻度で大阪行くようになってから、でも1時間ぐらいで大阪梅田には行ける距離でなんだなと思って、意外とそう思うと近いんだなっていう感覚になりましたね。ちなみに僕は結構父親がいろんなとこ連れて行ってくれる人だったので、なんか、車乗ってるだけですし、あんまり遠いとかっていう感覚もなく、たまに行ける場所ぐらいの感覚の場所ではありましたね、僕は。僕は子供の頃はもう1時間だけの距離はすごい遠く感じてたので、でも今は普通に滋賀に行くこと、近江八幡も 2,3 回行ったことあって、すぐそこだから。1時間でこんな都会に出てこれるなんてもうとんでもないシティボーイですよ。でも松本ってどうだったんですか？そんなに松本なんてもうあんな山に囲まれてるから一生出らんないもん。いや僕が言ってるのはなんか松本はでも都会だったんじゃないんですかっていういやこんなじゃないですよ。それはじゃあ神谷さん、例えばじゃあ都会に行こうみたいな話になったとしたらどこに行ったはったんですか？親戚がね、いとこのしんちゃんの家が千葉だったんですよ。だからよく千葉のしんちゃん家に遊びに行くことがあって、その道中東京を経由するんですよ。もうこの東京を見た時、俺もう未来都市だと思ったんだ。だってさ、空中を道路が走ってるんだよ。そんなのさ、ドラえもんの未来に行った時の回でしか見たことがないでしょ。そんなのが本当にあるんだと思って。また俺喋りすぎてる？時間がね。そうですね。すいません。西君、それで言うとブルージャイアントはそれは今すごくハマってますって言うんだけど、なんかそもそも漫画が好きやったりするのか、ブルージャイアントにハマったのか。それ言うと多分ブルージャイアントかもしれないです。映画見てて一回そこで終わっちゃったんですけど、最近、こっち引っ越してからよく仕事終わってから飲みに行く場所があるんですけど、そこのお客さんと、たまたまそういう話になって、漫画も実はあってこんだけ続いてるよっていう。そこはジャズバーですか？ジャズバーではない。普通の飲み屋のとこで一緒に喋ってた方がトランペットを吹いてる人だったんで、そこで、ブルージャイアントの話になって、実はお話はまだ結構あるよって言われて、じゃあ買って読んでみますっていうので読んで、漫画面白いなーで、今ハマって全部読んでるっていう感じです。めっちゃ面白い話。そうめっちゃ面白い話って今の出会いの話めっちゃ面白いと思った。なんか飲み屋に行って近くの人から聞いたから漫画読み始めたんですってあんまない経験。いや割と今一人暮らしなんで一人で家いるのが寂しいんですよね。ゲームとかアニメとか、ドラマとか映画見るんですけど、やっぱり寂しいから今週 2,3 ぐらいで結構飲み屋とかいろいろ近場のとこ歩いて行けるとこで行って、飲み屋のマスターとか喋ったりとか、お客さんと喋ってわーわー交流したりとか
今もそのお休みの日とかその飲み屋の知り合ったお客さんと遊びに行ったりみたいなこともして面白い。どうしてもなんかジャズバーに行ってみればどうかな。僕は行ってくるのはジャズ自体をめっちゃ知ってるわけじゃないんですよ。まあそれもね。僕もそのフルジャイアントを見るまでってジャズってほんま知らなかったんで、もうジョン・コルトレーンぐらいしか知らなかったんで。もう分からへん全然。ジョン・コルトレーンっていうなんかそのニューヨークで結構活躍したサックスの吹きの人、奏者の人ね。奏者の人、その人ぐらいしか僕分かんなくて、それも知ったのがガンダムのつながりだったんですよ。初代じゃないですけど、初代ではないんです。カメさん態度ちょっと出過ぎですね。初代じゃなくて、初代じゃない時の話が態度に出過ぎ。ちなみにどれなんだろう。サンダーボルトっていうやつで、それもまあキャラクターは一人そのジャズが好きでずっとその戦闘中音楽を聴いてるっていう設定で、それが映像化された時に流れてたその曲がジャズのジョン・コルトレーンの「ジャイアント・ステップス」っていう曲をちょっとアレンジしたものが流れたっていう、そこで知って、なんかこれどっかで聞いたことあるので調べたらそれだったっていうので知ってるってだけの情報だったんですよ。いや、なんか俺今回西君ガンダム話だと思って楽しみにしてたのに超つまんねえよ。それ持ってきたらなんか永遠とここで初代だけの話をしていいんだよそれで。僕はそれ恐怖してましたよ。僕はそれははもうまずいぞと思ってました。そもそもまず時間内に収まらないし、さすがにそれはぶっ込みすぎかなと思って、それは正しい判断だと思います。じゃあまた次回をお楽しみにしてください。ではさよなら。さよなら。じゃあまさかのイッシーの途中まで撮ったけど喋った分撮れてなくて夏休み挟んでの撮り直し会。前回は再現しようと思ったんですけど、やっぱりなかなかもうそれも無理だなっていう。再現は無理ですよ。まあ良かったんじゃないでしょうか。まあそうですね。はい特にアートらしいというか、確かに。背景アーティストらしいなっていうところで、その目の付けどころというか、趣味というか、なんか趣味と連動してるんだな仕事がみたいな感じがありましたね。で西海君ですよ。はい。もうあのまま10年分の連載分喋るんかなと思って俺ヒヤヒヤしましたよ。多分亀さんそう思ってるんだろうなと思って、僕も多分どっかのタイミングでこう入ろうかなと思ったんですけど、こうやっぱちょっと難しかった。でもだいぶ西君がこう越に行って喋ってたからね。西君息継ぎ多分してなかったと思うんですしてなかったね。はい、一息で全部喋ってたんで。一息で全部喋ってすごい肺活量ですよ。そうなんですよ。だからねちょっと一息ついたタイミングでちょっと入ったんです。そう一息と思ってたけどだいぶ長かったね一息がね。まあでもなんか。彼らしいというか彼のなんか熱量なんか物事に対する熱量みたいな、なんかそういうのはまあなんか見れたんじゃないかなという感じがしてましたね。でまあ亀さん言ってましたけど西君はおそらくガンダムで来るんじゃないかと。そう俺は楽しみにしてたんですけど、まあ普段ね席近くでねそこでもうずっとガンダムの話してるというか、まあ次回はガンダム話ってことでテーマ決めてるんですか分からんけどガンダムでいける人2人出てきてもらったよね。いやでもさ2人どころじゃないんじゃないですかやっぱりガンダムは。そうなった時がちょっとやっぱ僕が不安ですね。ガンダムがやっぱそこまでいけないんで。あと俺がもうファースト原理主義者だから多分面倒くさいんですよね。はい、ちょっと視聴者置き去りになるんで、まあガンダム話はまあね、はい、ほどほどにして、はい、まあじゃあまた次回お楽しみということで。はい。はい。